私は朝倉義金になった。父は権力を握る朝倉最小様。天皇の下で万人の上にいる存在よ。藤原家の令嬢で家の力もすごかった。藤原家の令嬢だった。こんな家柄ならもともと私は桐生とで、本来ならどこでも堂々と歩けるはずだった。結局、恋に溺れてしまったんだよね。春と圭。春と圭。これ、春と圭にあげるね。本当に、私を嫁にしてくれるの？姉たちとは違って、私は宮中に入って父を助けることはしなかった。その代わり、家の無言の証拠を天皇に仕える村上都様に渡してしまった。春と圭、私を嫁にすると約束してくれたのに。悪心の娘なんて、妻にするわけないだろ。最初から君を騙すつもりだった。朝倉家の謀反の証拠を、君に渡させるためだけだったんだ。最後は、村上嗣夫様に縁を切られて、旧族まで滅ぼされる悲惨な結末になった。今こそ私が現れた。だから、堂々と悪心の娘として生きてやる。誰にも、私の運命を決めさせん。天皇の書類をまず最小が熟するなんて、うちの父さんの野望は本当にバレバレだよね。父上、母上、参りました。自分が悪いと分かっているが。義金はまだ子供ですから、まだ加減がわからないんです。正信様、どうか多めに見てください。わかりません。私も最初は大事にしたくなかったけど、でも西園寺家が村上家を後ろ盾にして、朝倉家なんて全然眼中にないんです。私の評判が落ちるのは大したことじゃないけど、私は朝倉家の手子女ですから。朝倉家のみんなは、みんな運命共同体です。私が黙っていたら、周りの人たちが朝倉家を舐めてかかるに決まってます。私は間違っていないと思います。さすが俺の娘だな。正信様、怒ってないの？怒るわけないだろう。義金も大きくなったな。むしろ嬉しいくらいだ。でもな、体がまだ治っていないのに、勝手に家を出るなんて、母さんをすごく心配させたぞ。はい、すみませんでした。義金も大きくなったな。明日は母さんと一緒に御所へ行くぞ。今の皇宮では、彩り女女と村上華麗嬢だけが妊娠しているんだ。もし村上幸乃が皇太子を産んだら、桐生国の権力は村上家ががっちり握ることになる。朝倉家の未来は、今回の彩り女女の子供にかかっているんだ。絶対に何かあってはならない。いよいよ御所へ行くのか。ついに小説の男女虫に会うことになる。父さんはまだ何も知らない。村上幸乃のお腹の王子は、もう死んでいる。天皇と村上家が策略を使って、多体の罪を朝倉家に押し付けるつもりだ。朝倉家の者。なんて大胆なことを、この私の目の前で王子を害そうとするなんて。これが朝倉家、千人処刑の始まりになる。父さんの意図ははっきりしてる。次の天皇が朝倉家じゃなくてね、せめて朝倉家の娘の子じゃないとダメってことね。はい、決して父上のご期待を裏切りません。昨夜ずっと考えてた。やっぱり、御所は天皇の場所だし、どうやって主導権を取る？その場で対応するしかないか。具合悪いの？前に水に落ちた時のこと。まだ影響してる？そんなことないよ。初めて御所に来たから少し緊張してるだけ。主人は何度も御所に行かれてますから、よしこと様、心配しなくていいですよ。母様、ご挨拶いたします。信行、お勤め、終わったの？はい、さっき終わったところです。信行ちゃ義金も来たの？そういえば、なんで今まで気づかなかったんだろう。元の義金の2番目の兄、信行圭が御所でこの隊長をしてるなんて。前は御所に来るの嫌いだったのに、今日はどうして来たの？家にいても退屈だったから、母様と一緒に御所に来たの。彩りを姉女にも久しぶりに会えるし。ねえ、信行圭、もうちょっとここにいてくれない？初めて御所に来たから、少し怖いの。信行圭が外で見守ってくれたら、妹は安心できるの。いつもは怖いもの知らずのやんちゃ娘なのに、今日は珍しくこうなってるの？しょうがないか。ちょっと帰るのが遅くなるだけだし、義金が怖いと言うなら、ニガーナだから、絶対に守るよ。ありがとう、信行圭。
様、よしきん。彩りを、どうじゃ。皇后様、ご挨拶いたします。母様、ごめんなさいので大丈夫ですよ。どうぞお座りください。礼は欠かせませんので。では、皇后様のお心遣いに感謝して座らせていただきます。座って。皇后様は5回認中ですから、お体を大事になさってください。母様の言う通りですね。今の恥かみボードナは、警備が何重にもなってるし、食事もね。全部うちの厨房で用意してるから、外の人は一切関わってないんです。あっという間に、ヨシキンはこんなに大きくなったね。私も、親になったんだ。彩りを姉女、泣かないで。今はお腹に王子がいるんだから、これは本当におめでたいことだよ。もしかしたら、王子じゃないかもね。皇子かもしれないし、皇主でもいいし、王子でも構わない。どちらにしても、皇后様の子がそばにいるのが大事よ。でも、村上家の娘も、介認してるんだ。陛下は最初隠そうとしたけど、宮中で秘密が漏れない壁なんてないわ。そんなのありえない。いつまで隠していられるのかしら。王子はまだ生まれてないのに、皇宮の妃たちが、皇后様の許可もなく、勝手に王子を育てるなんてありえないわ。たとえ王子が生まれても、皇后様の下で育てるべきよ。でも、村上家の娘が入宮してから、陛下の寵愛を一心に受けて、村上家と内通してるし、陛下も村上家ばかり気にかけて、もうほとんど恥かみボードのに運なくなったわ。皇后様、ご無理なさらないでください。家に戻ったら、正信殿とよく相談します。正信殿に陛下を説得してもらいます。みんなに公平に接してほしいですね。みんな、まだ気づいてない。雪の身ごもってる子は、実は生まれない運命なんだ。もしかしたら、この道すぐへ、イカが雪のを連れてくるかも。母様、もうすぐ正午ですね。彩りオン姉女、今日はちょっと疲れてるみたい。安産の診察はもうお願いしましたか？ヨシキンが気づかせてくれたわ。秋の大意を読んできて。はい。陛下、村上隆様がおいでになりました。陛下に謁見いたします。陛下とおとし様、謁見いたします。この二人こそ物語の主役なんだ。本当に愛し合ってるんだよ。桐生明田人がまさに不仏天皇でも村上幸の命をかけて彼に寄り添ってる。楽にしてよい。ありがとうございます。皇后様、ご挨拶いたします。どうぞお立ちください。お腹に赤ちゃんがいるから無理しなくていいよ。だってと、私は朝倉家の三女。たとえ天に選ばれた存在でも彼らと戦うしかない。皇后様、最近お体の具合はいかがですか？陛下、私もお腹の王子も何事もなく無事でございます。雪乃さん、ちょっと心配ね。顔色があまり良くないみたい。自分の体、ちゃんと大切にしてね。お腹の赤ちゃんも忘れずにね。雪乃、辛い思いをさせてごめんね。またきっと子供はできるよ。赤ちゃんは最初からお腹の中で亡くなってたの。加賀朝倉家を倒して助けになるなら、私はどんなことでもします。皇后様、ご心配をおかけして恐縮です。朝倉課長が村上邸で池に落ちたって聞いたけど、うちの兄弟姉妹の対応が悪かったみたいね。ごめんなさいね。許してくれる？私のせいにしたいのね。東都様、それほど気になさらず、すべては偶然の出来事です。東都様は王子を身ごもられておりますし、そばの方々にしっかりお支えいただくのがよろしいかと。まったく、あなたて子は自分がそそかしいの分かってるでしょ。東都様に近づいて迷惑かけないようにね。ごめんなさい、私が悪かったです。おかけなさい。陛下、ありがとうございます。陛下、姉女は母上に会えて羨ましいです。でも、宮中の決まりが厳しくて、私の御所に来たられません。今は王子を身ごもっているのに、心が安らぎません。朝倉夫人に雲高殿にお越しいただけませんでしょうか。母を、もう気持ちが少しでも癒されると嬉しいのですが。なるほど。村上隆様は朝倉家の娘になりたいのね。まあ、わかるわ。うちの両親は朝倉家の子供たちに本当に優しいから憧れるのも当然よね。陛下、決してそのようなことはございません。皇后様、柳大臣が参りました。ちょうど意識くれましたね。村上隆様も心が落ち着かないご様子ですし、姉女とご一緒に平安脈を見ていただきましょう。陛下もご安心いただけますね。
もし不都心に診断されてしまったら、来たる前に堕胎薬を飲んだことがバレてしまうかも。やめて。やめて。吉本様、お気遣いありがとうございます。出かける前に見てもらいましたので、皇后様の診察を N 優先してください。村上隆史、ダダをこねないで、この私と一緒に見てもらいましょう。医師たちも、すでに呼んでありますよ。あれこれ理由をつけて診察を渋ってる。絶対に何かあるわね。鬼ポートも、ぜひ不都心に見ていただきましょう。お体が一番大切ですから。柳大師、参りました。陛下、謹んでご挨拶申し上げます。私の妊娠中のケアは全部巨大師に任せています。田野医師では何もわかりません。そんなに手間をかけなくてもいいです。耳脈するだけでしょ。薬を出すわけじゃないし。耳脈で、格子に害があるとでも思ってるの？来て、村上隆史の耳脈をしなさい。かしこまりました。絶対に朝倉家のものに気づかれては困る。そうなったら全部水の泡だ。巨大師に見てもらった方がいいんじゃない？とうとう貴様の診察は、ずっと彼がやってきたし。陛下今日大師の出前は、太し医療のインクビには到底できませんよ。柳大師がすでに待機してますし、耳脈だけのことですから、わざわざ田野医師を呼ぶ必要なんてないでしょう。忌々しい美金め。わざと俺に突っかかってきてるな。そうですよね。陛下？とうとう貴様、耳脈をさせていただいてもよろしいでしょうか。もういい。村上隆史は私と来る前にすでに安大薬を飲んでいる。心配しなくていい。はい。もういい。聞いているが、朝倉夫人が今日わざわざ御所に来てくれた。N 様子を見に来たんだ。養親殿で幼児を思い出した。先に行くぞ。早く行かないと朝倉家に気づかれるぞ。村上隆史、皇宮は性に関わってはいけない。陛下についていく気なのか？ここで引き下がるわけにはいかない。私の子、死ぬとしても、ただ死ぬだけじゃダメだ。おっしゃる通りです。陛下もお忙しいですし、ご一緒に御苑を散策しませんか？私産めないのか？あんたも産ませない。私の子は医者、急いで、早く医者を呼んで。気をつけて。ユキノ。陛下、陛下。ユキノ。陛下、すごく痛い。私の赤ちゃん。お嬢様、お手が、うじみのお薬、すぐとできますね。心配しないで信行。K に会いに行って、格子を狙う者がいるって伝えて信行 K に。太し医療と、雲高度の封鎖して村上隆史の薬を徹底的に調べて、胎児の状態も調査して、早く。わかりました。すぐ行きます。彩り女ね嬢。ヨシキンがいてくれて助かりました。身を挺して守ってくれたんです。もしそうでなければ、王子も危なかったでしょう。最初の3ヶ月は、皇后様、くれぐれもご注意ください。ヨシキンの怪我の具合はどう？ちゃんと治るの？跡が残ったりしないやよね。皇后様、ご安心ください。吉本様は、ちょっとした外傷だけです。心配いりません。薬をきちんと塗り替えれば、私特製の蜂蜜軟膏も使えば、跡も残らず綺麗に治りますよ。陛下、私の子が、もういなくなった。朝倉家の人が私を転ばせて、王子を害そうとしたんです。やっぱり全部、朝倉家のせいにされるのね。冗談じゃないわ。皇子のことは一大事よ。証拠もなしに罪を押し付けるなんて許さない。
よくも朝倉家がそんな大胆なことを、この私の目の前で王子を害するなんて。陛下、まだ若いのに、モーメが驚いたんですか？さっきは確かに東妃様が自分で転んだんですよ。それで彩り、王まで城まで巻き込まれました。私がすぐに動かなかったら、陛下は腰を失うところでしたよ。まさか、何か気づいた？よしきん。皇后を守れるのに、なんで東妃は守らないんだ？陛下のその言葉は、皇后様の心を冷やしてしまいますよ。皇后様は陛下の妻なのに村上隆妃は仮気にされて、これでは公平さに欠けます。これで国を治められるんですか？私と高妃様は血縁もなければ関係もありません。だから、彩り女姉女を助けるのは条理にかなっていて何も間違っていません。それに、私はただの力のない女です。私にそんな力や徳が二人の貴様を救えるとでも思いますか？そりゃ、近くにいる彩り女姉女を助けるよ。陛下の前で、まだ言い逃れするつもりか。公子を害した職は、動かぬものだ。もし世間に知られたが、お前たちの野心は、非難の声が渦巻いて、そのまま潰されるぞ。陛下、私の中の子も、村上隆妃に危うく傷つけられるところでした。なのに、どうして陛下は朝倉家ばかり責めて、村上家には何も言わないんですか？彩り女姉女。墨を着せたいなら、理由なんていくらでも作れる。朝倉家花に、もやましいことはしていません。天地が見ている。よくもそんなことが言えたものだ。エジ。やっぱり彼、ただものじゃない。朝倉家の監視が行き届いている中で、自分の秘密の護衛まで育てていたなんて。皇后は恥かみボードのから、外に出ることを禁ずる。朝倉藤原氏の称号を剥奪し、吉金も一緒に、牢屋にぶち込め。陛下、そんな勝手なことして、正信殿に知られてもいいんですか？今日は信行は、宮中にいないし、知っても、どうせお前たちを助けることなんてできないさ。陛下、この得体が恥かみボードの全体を包囲しています。信行、陳の命令もないのに、この得体を勝手に動かし、恥かみボードの包囲するとは、一体何を企んでいる？陛下、どうかお怒りをお鎮めください。末畑、決して、皇后様の恥かみボードの包囲するようなことはいたしません。数名の兵を配置しただけでございます。末将はすでに、村上隆妃のあざみ君の動かぬ証拠を突き止めました。陛下、ごめどおし願います。全妃を処刑せよ！陛下、私はただ、陛下が久我妃に騙されるのを心配したまでです。悪妃はお腹の子がすでに亡くなっていると知りながら、他の王子を害そうとした。そのご罪を他人に押し付けようとした。どれも死罪に値します。恐れながら申し上げます。悪妃を処刑していただきたい。皇宮の安寧のために。朝倉隊長、陳に指図するつもりか？皇宮のことはお前には関係ないだろう。もちろん関係しています。陛下白衣の重です。家のことも国のことです。私は、悪妃の所業は、陛下には無関係だと信じております。陛下がご決断できないのであれば、これ以上は強く迫りません。まもなく百官が御所に参ります。悪妃をどう処分するか、陛下は百官の進言をお聞きください。朝倉信行、勝手に近衛軍を動かして、勝手に百官を呼び寄せて、誰がそんなことを許したんだ？恐れながら申し上げます。陛下、私はただ陛下の安全を守るために動きました。悪妃は陛下を騙し王子を傷つけました。証拠は十分です。もし陛下が処分できないなら、末将は百官に決めてもらうしかありません。災いを断つために。俺は天皇なのに大切な人すら、守れないなんて。お願いです。陛下。陛下に会わせてください。陛下。陛下。ああ。天皇なんてただのお飾りで、一心まで最初の思い通り、今、実際にこの場にいると、やっと実感できた。本の中では、軍の権力を持つ大臣たちは大抵独裁的だったな。原作ではヒロインは、こんな風に死んだんだよね。本の中の展開が、これからも起こるのかな。吉子様は、今までこんだけ出したことありませんよね。こんだけが初めてですよね。それに、この柳大師の薬、塗っても本当に跡が残らないの？柳大師の特製の薬だから、多分跡は残らないはず。この後、消しなっこ、何かに利用できそうだ。吉子様、正信殿の合体にお呼びです。今度は何の用事だろう。お父様、お母様。今日の件だけど、本当によくやったな。私がやるべきことです。母さんから聞いたけど、今日怪我したんだって？ちょっとすりむいただけでもう大丈夫です。覚えているか？小さい頃、一緒に遊んでた子がいたよね。二人が一緒になると、家中が大騒ぎだったよ。遊び相手？もしかして、神谷部族？縁組の話が、もう来てるの？父上、もしかして、昔よく私が欠点泣かせてた、ゆうば兄さんのこと？そうだ。
彼は近々神谷部族と一緒に都に来る。その時に、また昔みたいに仲良くできるだろう。ちゃんとおもてなししますわ。吉金、この前西園寺が人をよこして2軒の店をくれたの。謝罪のつもりらしいわ。もう管理は任せてあるから。吉金は待ってるだけでお金を受け取ればいいのよ。母上、いつも私のこと考えてくれてありがとう。でも、自分でやってみたいの。ちょうどいい勉強にもなるし。うん、こういうことも、ちゃんと学んでおくといいぞ。父上、お願いがあります。父上、お願いがあります。店の看板の字を新しく書いていただけませんか？何かいいアイデア、でも思いついたのか？錦屋。おけせ。新しい店主が来たって聞いたけど、まさか小林店主だったなんて。美咲様。小林店主、なかなかやるじゃない。今は美金の下で働いてるなんてね。出世しそうで羨ましいわ。美咲様、そんなことはありませんよ。じゃあ、これで失礼ね。美咲様、お気をつけて。よし、コタさん。村上家の小女、美咲。小女だけど、小女と変わらない立場。はは、親が商人だから。その財産を、背景に、その衣装や宝飾品の市場を牛耳ってる。財力も十分で、村上家を支えてる。美咲様。よし、金元。こないだ、うちの章は出演で池に落ちちゃったよね。なかなか会いに行けなくて、ごめんね。体調は少し良くなった？御所で彩りオン。姉城に会ってきたよ。だいぶ良くなったよ。あ、そういえば、昨日の司会にはいなかったけど、人から聞いたんだけど、西園寺家のお嬢様が、うちの妹の指示で、よし金妹を池に落としたって、誰がやったって聞いた？うちの妹の誰なの？村上家の娘だって言ってたけど、誰なのかは言わなかったよ。うちは姉妹が多いから、うっかりしてる子がいるかもしれなくて、よし金妹にご迷惑をかけたらと思って、もし本当にそうなら、本当に心からお詫びしたいわ。もしよかったら、水田から缶に来て、好きなアクセサリーを選んでね。うちの無心消えない妹の代わりに、謝罪の気持ちとして。お気遣いありがとう。美咲、今日はちょっと。じゃあ、今度また、水田から缶にいらしてね。朝倉川兵を集めないといけない。侵略も作らないと。どれもお金がいる。正信にはもちろん視座人がある。私も自分の価値を持たないと。そうしないと、政略結婚の運命から逃れられない。店を始めるのは、私にとっては、慣れたことよ。よしこと様、見てください。金目金が薄すぎて、下の胴が見えてますよ。あと、翡翠のおで輪もガラスで作ったんじゃない？吉琴様。お越しくださるとは存じませんでした。お出迎えできず、失礼いたしました。どうぞ、おかけください。すぐに駅にシャルをお入れします。あんたがここの亭主なの？私め、以前は虹も屋の店主でございました。朝倉夫人が美琴様のお店の人手を心配されて、私めをお手伝いにと、こちらへ参らせました。と説明してくれるの？お嬢様、この店の商品は普通のアクセサリーばかりでして、お嬢様のように高価なものを見慣れていらっしゃる方には、こんな品ではきっとご満足いただけませんよね。小林店主、本当に口が上手ですね。はは、あなたをここに派遣したのも納得です。私の店を管理してもらうのも当然ですね。そんなお言葉もったいないです。すべて老夫人と朝倉夫人のおかげでございます。私のようなものが今のように楽させてもらえるのも、そのおかげです。母があなたをここに来たさせたということは、きっと優秀だからでしょうね。この店はあなたに任せます。私も安心していられます。お嬢様、そんなお言葉はもったいないです。何でもご指示いただければ、すぐに動きます。私は今だけ、お嬢様の店を預かっている身です。ご要望があれば、何でもおっしゃってください。いつでもご指示ください。やっぱり小林店主、わかってるわね。じゃあ、数日店を閉めて、改装して、商品も全部入れ替えて。また改装するとなれば、また一儲けできそうだな。やめてくださいお嬢様。もともと西園寺家の店を片付けるだけでも、かなり時間がかかってるんです。今また商品を全部入れ替えて店も改装するなんて、時間もお金も足りなくなりますよ。何も犠牲にしなきゃ、得るものなんてないでしょ？小林店主、職人たちと連絡取って、朝倉店に私に会いに来たさせて、忘れないでね。この店は、全部緊縮スノキを使うこと。はい、私め、承知いたしました。春の、いもちゃんの帳簿を調べてきて。お嬢様、あの亭主、何か怪しいんですか？彼がこの店を引き継いだ時、屋敷からは数百両も渡されてるはず。
でも、店の宝飾品を見たら、どう見ても品質が悪い。きっと彼が何かごまかしたんだ。よくそんなことやるなんて。彼が怖がることなんてある？祖母の昔からの人だからね。母さんも祖母の手前。見て見ぬふりしてるだけよ。それなら、彼を荘園に送り出せばいいんじゃないですか？それで済むでしょう。今は特に大きな問題を起こしてない。もし今すぐ追い出したら、朝倉家のためにはたらこうとする人がNいなくなっちゃうよ。それに、彼が着服した金は絶対に倍がさせるつもりよ。多分、あの女たちが朝倉邸に取り入ろうとして使ったお金をくすねたんだよ。みんな、急がないで急がないで。順番に来てね。ちゃんとあるよ。母上様。母上様。こっちに来て。今日はお店を見てきたのね。どうだった？疲れてない？私は平気です。上様が何人かこの絵を選びました。これから出かけるときは守ってもらえるわ。母上様、いつも気にかけてくださってありがとうございます。堂々ババ。月原金太たちって軍の幹部じゃなかったっけ？なんでこのリストに入ってるの？彼らはおじ様の機嫌を損ねちゃったの。それでおじ様は皆耳根に竜慶にしようとしたんだけど、お父様はね、兵士たちの士気を下げるのは良くないって思って、だから吉木のそばに残すことにしたの。皆耳根に行くよりはずっといいでしょ？月原金太。記録では商売が得意とされていて、流されている時に村上家に助けられた。その後、朝倉家が困っていた時、彼が大きく貢献したんだ。上様、みんなを中に呼んでください。堂々ババ。東藤彦、参りました。月原金太、参りました。山本平、参りました。夫人様、お嬢様、ご挨拶いたします。例はいいわ。母上様、私は普段って家に式屋にしか行かないから、一人で大丈夫です。あなたに任せるわ。じゃあ、見てごらん。どれがいいの？この人で。吉琴様。身支度をしておいて、明日は私と一緒に錦屋へ行くから。かしこまりました、吉琴様。錦屋って名前。お嬢様。これ、お店の新しい名前なの？でも、名前の響きだけだと、宝石屋って感じじゃないよね。むしろ金物屋みたい。まるで武器庫みたいだし。この看板は父に書いてもらったんだ。きっとこの看板のおかげで、たくさんの人が錦屋に来てくれると思うよ。お嬢様、このお店のレイアウト、すごく工夫されてますね。棚がぐるっと二重に並んでて、商品もたくさん置けますし、お客さんも量が分から歩けるし、動き回るスペースも広いですね。どこを歩いても、すぐカウンターに行けるんですね。今の店って、いろんなレイアウトがあるし、それに、この時代の風水とか、建て方も取り入れてみたら、そりゃ、目を引くよね。雑多な本から学んだだけ、やってみたら結構使えたよ。昔もっと本を読んでたらよかったな。そしたら今頃、どこかで商売してたかもしれないね。へえ、商売もわかるの？前は商売で失敗して、家の財産を全部なくしてしまいました。両親にも嫌われて、それから軍隊に入って、必死に働いたけど、ただ借金を返すためだけでした。そうしてお嬢様に出会えたんです。商売ってうまくいくかどうか、実は運に左右されることが多いよ。業種や利益をちゃんと選んでも、それだけじゃうまくいかないこともあるし、時の運や人との縁の影響もあるし、準備が万全でも失敗しても普通のことだよ。失敗してからが本当の試練なんだよ。上に上がってきて、はい。どんな腕前があるのか詳しくはないでみて。 12歳の時に、和取りを打ってお金を稼いでたんだ。でも両親にバレちゃって、殴られて、怒鳴られて、恩知らずだって言われた。出てけ！5両も取られたんだ。返してもらえたのは1両だけ。思ったより多いわね。その後、鶏を売り続けるように言われて、稼いだお金は全部親に渡すことになった。続けて、もうすぐに100両貯めて、町で商売を始めようと思ってたんだ。でも弟が掛け元で借金作っちゃって、仕方なく家を開けて、借金を返すことになった。店を開いた後、資金が足りなくて、同業者に潰されそうになって、弟が悪い噂を流して、商売もさっぱりで。お願いします。役所に責められて、同郷の人たちから借金を迫られて、仕方なく店を売って借金を返すしかなかった。家系図からも追い出されてしまった。今、45両の借金を抱えてる。返済にはあと2年はかかる。だから、まだ納得できてないんだね。私に頼って、逆転のチャンスを狙ってるの？はい、
正直尻がありました。吉琴様のお店を任せていただきたいだけです。もう一度、立ち上がるチャンスをつかみたいんです。自分の失敗から学んだことはある？むやみに商品を抱え込むべきじゃなかったです。パニ心情に流されてはいけなかったです。切るべき時はきっぱり切るべきでした。パニ？自分はまだまだ未熟です。吉琴様、ご指導をお願いします。借金に押しつぶされて恨みで目がギラギラしてる。でも心の奥には12歳だったあの頃。初めて大金を手にした時のプライドがまだ残ってる。だから4年間ずっと振り返ってきたのに、今も鮮明に覚えてる。今になっても肝心なところがまだ分かってない。私に教えをこうけど、でも本当に心から納得してる？月原、東、いえ。吉琴様、どうかご指導ください。俺たちも同じ開拓者だよ。教えるなんて大げさなことじゃない。もしチャンスをものにできれば、新しく始めた人は販路も資金も足りない。安く仕入れて市場を独り占めできる。でも、復讐心で目が曇って肝心なポイントをつかめなかったんだ。掛け売り波乗客にするんだ。不商には先にお金をもらってから商品を渡す。丁寧に対応して品質の良い商品で関係を保つ。農家への支払いは必ずすぐに済ませる。絶対に滞納しないこと。そうしないと商売は長く続けられないよ。差しでがましいことをしてしまいました。吉琴様のお店を完備しようなどと、少しでも美琴様のお力になれたらと思って、どうかお許しください。許しなんていらない。チャンスをつかむ人は認める。正気は嵐のような大勝負だ。思い切って動いた人だけが手にできるんだ。春野が小林店主の帳簿はもう全部わかった。あいつを追い出せば君が新しい店主だ。君には踏み台の必要だ。私には君の力が必要だ。君の野望はこの町だけで終わるものじゃない。俺の領域もここだけに留まるつもりはない。吉琴様のご恩に心から感謝します。お嬢様、全部彩り音様のご指示通りにしました。全部上質なクスの機材です。覚えてる。数日前に届いた木材。この損毛量を見ると。彩り音様、ご存知ないかもしれませんが、錦屋で見える木材は全部、キムスナクスの木ですよ。もうほとんど残ってません。しかも職人たちがまだ慣れてなくて、余計に材料を使ってしまいました。本当？じゃあ、帳簿を見せて。はい、彩り音様。全部ここです。彩り音様心配いりませんよ。この帳簿に、全部ちゃんと記録してあります。彩り音様、じっくり見てください。月初めに、キムスズクスの木を10貫仕入れて、チタンも5貫仕入れてるし、この前もまた10貫仕入れたでしょ？うちの店なんて2階建てしかないのに、小林店主。まさか、この木材で寝小屋川で揉める気？さすが彩り音様、お見通しですね。このクスの機材はもともとたくさん使うので、少し多めに仕入れまして。助かる道があるのに、わざわざ危ない道を選ぶなんて、今日は容赦しないからね。小林店主、私が簡単にごまかせると思ってるの？ほぼ1000キロもある木材なのに、隣の水だから缶まで直せるぐらいなのに、うちの2階は全く手つかずじゃないか。今日説明しないと、寝小屋川に投げ込んで、汚い水を飲ませながら、木材を数えさせるわ。彩り音様、木材のことよく知ってるし、ごまかすのは無理そうだな。何か別の方法を考えないと。彩り音様、西屋は湿気が多いので心配で、昨日木材を乾いた場所には込んでおきました。いろいろと修繕のことでバタバタしてて、つい忘れちゃいました。本当？じゃあ、小林店主、案内してくれる？倉庫はかなり汚れておりますし、彩り音様のようなご身分の方がおいになるなんて、とても。書いちゃいけない理由でもあるの？すぐにご案内します。俺の言う通りにしろ。朝倉城、ここが倉庫でございますの。こりの木材は全部ここに積んであります。行こう。お嬢様、庭が火事みたいです。やっぱり事前に準備しておいて正解だったな。やばい、火事だ。春の持ち物を渡して、母様を呼んできて。はい。みんな、ぼーっとしてないで。ここには貴重な木材がたくさんあるんだぞ。早く火を消して。彩り音様。私めは死罪に値します。そう、この管理を怠ったせいで、火事になってしまいました。何度死んでも足りません。どうかご処罰を。ちゃんとした倉庫なのに、なんで急に火事になったの？彩り音様、最近ネズミヤムシが増えてきて、もしかしたら、ネズミがろうそくを倒したのかもしれません。それで火事になったんです。本当に？それなのに、さっき見に来るって言ったばかりなのに、すぐ火事になるなんて。
彩りオン様、すべて私のせいです。どうかお裁きを。まあいいわ。燃えたなら仕方ないわ。やっぱり世間知らずの娘腹くだな。彩りオン様、本当にありがとうございます。ひざまずけ。彩りオン様、これは一体どういうことなんですか？小林店主、もしかして私の言葉を勘違いした？燃えたのは仕方ないって言っただけよ。でも、許すなんて一言も言ってないわ。彩りオン様、私め天に誓います。本当にただの事故なんです。どうか信じてください。お嬢様、この人、裏庭の塀のそばで火付け道具を取り出しました。この匂い嗅いでみてください。お嬢様、小林店主が倉庫にネズミが出たって言って、煙で追い払えって頼まれたんです。普通は煙で虫やネズミを追い払うものだろ？なのに、なんで火付け道具なんて使うんだ？どう見てもわざと火をつけたよね。本当のことを言えないなら、役所に連れて行きなさい。厳しく拷問しなさい。話します。小林店主に重量の銀をもらって、倉庫に火をつけるよう言われました。でたらめ言うな。いつ俺が火をつけろなんて頼んだんだ。でっち上げて人を陥れるな。火をつけたのは火じゃなくて、自分の命を燃やしたんだよ。それってどういうこと？ここにあるのは、1000金の価値がある金縮巣の木よ。入った時、本当に木材なんて見てませんでした。ボロボロのむしろが何束かあるだけでした。誰から金をもらったんだよ。彩りオン様の前でデタラメを言うな。結局、小林店主が言ってた1000金の木材って、全部むしろだったのね。お嬢様、倉庫に入った時、本当に何もなかったんですよ。100回生まれ変わっても、絶対にそんなことできません。お嬢様。お嬢様、気が消えました。でも、どう見ても何百金も木材を燃やした灰が残ってません。小林店主、まさか、この何百金もある金縮巣の木が、むしろみたいに、灰すら残さず燃えたって言うの？本当に倉庫に1000金もの木材が積まれていたなら、小林道夫にそんな度胸があるとは思えないし、火をつけるなんてできるはずがないよ。もしかして、あの日って、木材のお祝いでもしてたの？お嬢様、私めは朝倉邸に10年以上仕えて参りました。決して横領約制などしておりません。もしお嬢様がどうしても、私めを疑われるのでしたら、もう、ここで頭を打ちつけて死ぬしかありません。たとえ死んでも、潔白7を残したいです。どうか、老夫人や奥様にも、私の潔白を知っていただきたいです。私は決して裏切ったりしていません。夫人、お嬢様の次女、春野さんが夫人にお話があるそうです。ヨシキンのそばにいないの？何か話があるの？中に入れて。9時、よしこと様が店でネズミ騒ぎがあったと、面白いことがあるから見に来てくださいって。ネズミって？ヨシキンは何か言ってた？何のためなの？よしこと様のと言ってました。行けばわかるそうです。それに、他の電子も集めてほしいそうです。行こう。ヨシキンが何を用意したのか、見に行きましょう。吉こと様、小林店主が店のお金を横領していないって言うなら、問題は職人の方にあるんじゃないでしょうか。職人も呼んでみましょうか。小林店主と直接は、成し合わせてみては、これで小林店主の疑いも晴らせますね。連れてきて。彩りオン様の店の修理に問題が出てる。木材に細工したかの憂いがあるのは、あなたたちと小林店主だけだ。でも小林店主は手を加えていないって言ってる。それなら、あなたたちってことになるね。これは大金なんだぞ。このままだと、一生の上暮らしになるぞ。道を、俺たちを罠にはめたんだ。彩りオン様、小林店主に脅されたんです。言うことを聞かなかったら彩りオン様に言いつけて罰されるって言われました。だから、怖くて結局言う通りにしました。でも木を取り替えただけです。他には何もしてませんよ、彩りオン様。でたらめ言うな。お前たちがキム目当てで、裏でごまかしたんだ。道を、忘れたのか。俺たちちゃんと契約を交わしただろう。小林店主、彩りオン様の指示は、金シクスの木の葉巻いたキャビネット、シタンのカウンター、普通の木に変えられたら正直、やりづらいですよ。彩りオン様はずっと奥にこもってるから、金シクスの木と普通の木なんて、見分けられるはずがないよ。お前らさ、見た目だけちゃんと整えれば、漆をピカピカに塗っときゃ、本物みたいに見えるから大丈夫だよ。でも彩りオン様に知られたら、俺たちもうおしまいだよ。心配するな。絶対にバレない。お前ら、人儲けしてみたくないか？俺は朝倉夫人に選ばれて店主になったんだ。朝倉夫人の推薦でここに来た。朝倉邸で10年以上働いてる。もし彩りオン様に、お前らが手抜きしたって言ったら、このわずかな報酬すら手にはいらなくなるよ。親方、あいつは朝倉邸でしっかり根を張ってる。彩りオン様はきっとあいつの言うことを信じるよ。朝倉邸を敵に回したら、この先食べていけなくなるぞ。そうだな、親方。
この機会に一か八かやってみようよ。いいよ。でも口約束だけじゃ信用できないし、小林店主、ちゃんと証文を書いてもらわないと、はっきり書面に残しておいてくれ。何かあった時はそれぞれ責任を取るってことで。それでいい。契約書を交わしたから、もう余計なことは言えないはずだ。いいよ。いい取引になったな。小林道夫。まったく、この私をここまで驚かせるなんてね。吉本様、俺たちが罪から逃れられないのは分かってます。自分からは苦情したので、どうか命だけはお助けください。お願いします。吉本だね。そうですよ、吉本だね。連れて行って、お役に引き渡しなさい。お前ら、ついてこい。ところで、小林店主、ちょっと聞きたいんだけど、東の町のあの家、誰が設計したの？桜亭にも紹介してくれる？もうダメだ。もうダメだ。全部ダメになった。何の話か全くわかりません、吉本様。働いてお金をもらうのは当たり前だ。でも、中には他の人より何万両も多く手に入れた人もいる。錦屋のことはさておき、あんたはにぎもやで、13000両以上を横領したよね。これ、朝倉亭全体のに年分の出費に匹敵するんだ。うちの錦屋に来たら、過去の不正は誰も追求しないとでも思った？母様。私は任せた小林店主じゃないの。何かやらかしたの？母様、見てください。店主の皆さんも見てください。証拠は揃っています。これでも、まだ功労とか苦労とか言い訳する人いる？あの女め、なんで地蔵人と天使たち全員まで呼び出したんだよ。よくもやってくれたね、小林道夫。朝倉亭を狙うなんて、命知らずね。母様、そんなに怒らないでください。体に悪いですよ。長様、小林店主もちょっとした過ちだったのかもしれません。おばあ様や地蔵人と長年苦労してきたこともありますし、どうかお手柔らかにお願いできませんか？母様とおばあ様が毎月5両も渡してたのに、前の店で1万両以上も横領して、羽振りのいい生活してたんですよ。鈴木店主はこれを苦労一生って言うの？まさか鈴木店主の方が小林店主よりも大変だったとでも？そんなつもりはありません。小林店主とはずっと一緒に働いてきたんです。追加のことを思ってお願いしようと余計なことを言ってしまいました。どうかご勘弁ください。そんなに鈴木店主と小林店主が親しいなら、どうしたら関代に処理できるか、鈴木店主に教えてもらおうか、この件。どうやって関代に扱えばいいの？私めが余計なことは申せません。私たちは夫人とお嬢様の下僕です。小林店主がこんな大きな過ちを犯したので、やはり夫人とお嬢様にお任せするべきです。奥様、お嬢様、朝倉邸で10年も仕えてきた情けで、大した功績はなくても、苦労はしてきました。どうかお慈悲を。東堂馬場、こいつを引きずっていきなさい。棒で叩き殺せ、見せしめにするのよ。かしこまりました。もういいわ。母様、小林店主は、母様や祖母様に長年尽くしてきたわ。この人は錦屋の人間になったんだから、あなたが自分で処分しなさい。帳簿に載っているものは、小林店主、3日以内にきちんと整理し、錦屋に返して処理させなさい。お嬢様、返すだけでいいんですか？役所に報告して、厳しく調査してもらうわ。巻き込まれる人が多すぎるし、祖母様が知ったら、きっとすごく悲しまれる。あなたたちも同じよ。3日以内にきちんと清算して、母様はいつも寛大です。きちんと全額返せばそれでいいわ。また尻を貪るようなことをしたら、昔の囚従の情けなんて容赦しないからね。はい。道を長年仕えてくれたから、前に店をわざと壊れたふりをしたことはもう咎めない。ただ、今まで横領したお金を返せばそれでいい。一分でも足りなければ、どうなるか分かってるな。はい、承知しております。よしきん、本当に優しすぎるよ。私だったら、舌を切って犬に食わせて、役人に突き出してるわ。まあ、もう片付いたし。私も疲れちゃった。今日はお母様にご足労いただきました。どうぞ先にお休みください。この用事が片付いたら、すぐ戻ります。無理しないでね。はい、お母様。新しく職人を集めて図面通りに直してもらって、そうだ、調べて、これまで小林店主を頼っていた役人の家族たちを集めの贈り物を用意して、事情の経緯をきちんと伝えて、彼の逃げ道を塞ぐなら、今後誰と取引すべきか、はっきり分からせないとね。はい、吉本様。父上母上、ご挨拶いたします。聞きましたが昨日、母上が天使たちを連れて、ヨシキンのために小林店主を懲らしめたって聞きました。この件は昨日すでに片付いています。ただ、ヨシキンが小林道夫の命を助けました。お前が説明してみろ。なんでヨシキンは彼を助けたんだ？ヨシキンは店を任されたばかりで、まだ人手が足りません。あれはただの当たりです。命を取らずに残したのは、おばあちゃんの顔を立てるためと、他の天使たちに自分からお金を出させるためです。まさに一石二鳥ですね。もし私の考えが合っていれば、ヨシキンは手元のお金が足りなくて、店を直すのに急いでお金がいるんだ。役所で無理やり集めようとすると、時間も手間もかかるんだ。小林道夫やたの店主に自分からお金を出させれば早いし、
ついでに恩も作れる。じゃあ、もう一つ聞く。役人の家族に贈り物をするのは何か狙いがあるのか？僕が思うに、ヨシキンのやり方は潜在的な敵を減らせるし、朝倉邸との関係も薄くできる。お金を受け取っても恩に感じる必要はないし、もし誰かが小林道を処分しようとしたら、海契約を使って逆に攻めることもできる。ヨシキンは最近本当に感心させられるよ。お嬢様、小林道夫が納めた分です。改装費を除いて、医療や装飾品の費用と、刺繍職人の賃金も差し引いて、後に占領です。航路の向かいの店舗を買い取りました。他の店主もすべて生産済みです。こっちに来て。玉食亭。玉食亭をリニューアルして、半分ハレストランにする。半分は馬の召喚覧席にする。それから、このあたりの店を全部こっそり安く買い取って、職人に図面通りに直してもらって、10日後には結果を見せて。お嬢様、ニスキアのことはどうしましょうか？大丈夫よ。やるべきことは全部リストにして渡すから。その通りに進めればいいわ。あとはただ C か間違ってるか全部私が決める。あなたには関係ないから。はい、お嬢様。もう一点ございます。小林店主が命を狙われています。もう長くは生きられないでしょう。鈴木店主も家の金品を持ち逃げしました。生きようが死のうが。それが彼の運命よ。鈴木店主なんてもう年寄りよ。金品を抱えて逃げ出して、どこの悪党の巣に消えたかなんて誰にもわからないわ。身分の低い人は立場がないから、当族に殺されても、主人がつい窮しなければ、役所も何もしません。鈴木店主みたいな人が一番狙われやすいです。つまり、鈴木店主が盗賊にやられた後で役所に調べさせるんですね。そうすれば、盗賊の金庫が丸ごとお嬢様のものになるんですね。やっぱり何か手を考えないとね。自分のために稼がないと。お嬢様、さすが抜け目ないですね。今日は家以外の場所に来るなんて珍しいですね。たまには外で息抜きしないとね。お見かけしたことがありませんね。当店は初めてのご来店でしょうか。本日は個室が満席でして、窓際の最後が見える席へご案内します。よしきん妹。よしきん妹。美咲様、村上光夫様。2階の個室を用意してあるよ。よかったら一緒に食事しませんか？村上陽とは村上金主義さんだ。朝倉家の力を借りて着手を排除しようとしている。そして自分の力で独立し、権力を握るつもりだ。さあ、行こうか。この前、自ら噛んでアクセサリー選んでくれなかったから、ずっと気になってたの。今日はぜひ選んでね。では、美咲様と村上光夫様、本当にありがとうございます。こちらへどうぞ。よしきん妹、何か食べたいものある？言ってくればすぐ用意するよ。結構です。よしきん妹、美咲から聞いたよ。前に水に落ちたって、体調は良くなった？もう気にしないで、昔のことだから。料理、足りてるかな？よしきん妹、遠慮しなくていいよ。食べたいものがあったら、どんどん言ってね。あの件はうちの兄のせいだから、今日の食事はお詫びも兼ねてるの。まだ遠慮してたら、私たちも心苦しくなっちゃうよ。遠慮してるんじゃないよ。ただ、料理ができるのを待つのが時間の無駄だから。よし、金妹のお店、リニューアルは順調？何かお手伝いできることある？今のところ、順調よ、美咲様。もし本当に助けてくれる気があるなら、ニスキアがオープンするときに、仲のいいお友達も誘って、ぜひ遊びに来てね。もちろん、必ず遊びに行くね。これから町の女の子たちが、ヨシキン妹のお店の服を着て歩くなんて、考えるだけでワクワクしちゃうね。お店を任されるのは初めてで、これから何か助けが必要な時は、美咲妹。その時はぜひ力を貸してね。お手でご挨拶させていただきます。心ばかりですが。よしき妹、何かあったらいつでも頼ってね。じゃあ、決まりだね。決まり。柳大師、そんなに緊張しなくていいですよ。お茶でもどうぞ。今回は葉にお願いしてきてもらったのは、ちょっと商売の相談をしたかったからです。吉琴様が今日私をお呼びになったのは、何か商売のお話でしょうか？この前家がした時、柳大師が調合してくれた蜂蜜軟膏、その薬の作り方を譲っていただけませんか？絶対に無理です。この蜂蜜軟膏は私の家系に伝わる秘伝の薬なんです。100年もう受け継がれてきたんです。売るなんて絶対無理です。先祖が悲しみます。私がこの世を去った後、先祖に顔向けできませんよ。そんなに大切にしているなら、じゃあ、薬の作り方はいただきません。柳大師、もしよろしければ、毎月20缶ほど作っていただけませんか20缶も？そんなに多くないですよ。作れますよ。大丈夫です。では、来月は薬を美琴様にお渡ししますね。長期で、しかも金額も大きいですし、やっぱり契約を結んでおきましょう。吉琴様。薬草はうちの畑で取ったものばかりです。蜂蜜軟膏を作るときはいくつかの薬草が手ににくいんです。1缶作るのに大体に100分くらいです。吉琴様に差し上げますよ。柳大師、毎月お願いしたいんです。利益は半々で契約しておけばみんなやりやすいですよね。じゃあ、今月は20缶お渡ししますね。もし売れ行きが良ければ、その時に契約しましょう。売れ行きが悪ければ、その時はやめましょう。吉琴様に損をさせたくないんです。わかりました。来月の初めに、柳大師のところに取りに行かせますね。
お嬢様今日の品、ほとんど折り綺麗です。蜂蜜軟膏傷、跡が薄くなるんですよ。めちゃくちゃ人気なんです。20両でも足りないくらいです。この調子で、将来はがっぽり儲かりますよ。ほとんどのお客さんは父のおかげで来てくれているだけ。長くお客さんを仕留められるかどうかが腕の見せ所だ。よし、コタさん。美咲さん。よしきん妹。このお店、すごく素敵にリニューアルしたね。職人さんはどこで見つけたの？私もお店を書いてみたいな。このお店は私が描いた設計図をもとにリニューアルしたんだよ。でも職人さんたちはちゃんと契約してるから、私の許可なしでリニューアルしたら訴えられることになるよ。美咲さんは本当に優しいから、きっと職人さんたちにご迷惑はかけないですよね。じゃあ、よしきん妹が許してくれたら、それで問題ないよね。まあそうだね。美咲妹は職人さんたちには N 手間をかけたくないみたい。私だけ困らせたいってことね。美咲さん、別に真似してもいいんだけど、うちのお店は構造が違うから、レイアウトが良くないと、風水も悪くなって、気分も下がっちゃうよ。その時には、結局、私のせいになっちゃうから。よしきん妹冗談だったのよ。そんなに本気にしちゃったの？よしきんを困らせるなんて、私がするわけないでしょ。でも、その冗談さ、ちょっと本気っぽすぎない？一瞬、別人かと思っちゃったよ。そんなことないわ。この感じだと、都のお嬢様たちの中にも、ついに私みたいに、お金のことばかり考える子が出てきそうね。それも悪くないんじゃない？これからはみんなで稼ごうよ。怒られる時も一緒にね。美咲様、ゆっくり見てね。よしきんは先に行くね。お嬢様、店員はみんな新しく雇われた人です。職人の行方は誰も知りません。店主は、美琴様の側近です。怖くて聞けませんでした。錦屋の小林店主はどこに行ったの？命と引き換えに、七切りを渡したそうです。その後、なぜか多くの人に追われて、今は行方不明です。信行、K に見つけてもらって、きっと、店の内部事情をもっと知ってるはず。美咲様。小林店主、探すの大変だったよ。どうやって探そうかな、病んでたのに、まさか自分から来てくれるとは。美咲様、今、命を狙われてます。どうか助けてください。私があんたを助ける理由なんてある？美咲様には、朝倉家の情報をたくさん渡したんですよ。それでも、用が済んだら切り捨てるつもりですか？小林店主、証拠でもあるの？証拠なんてどうでもいいんですよ。朝倉家に、村上家の動きがバレたら、きっと徹底的に調べられますよ。美咲様はそんなに自信があるんですか？本当に完璧だと思ってるんですか？助けてやることもできる。錦屋の図面を描いて渡しなさい。そうしたら、誰かが外に出してくれる。美咲様を信じていいんですか？あんたに私と条件を交渉するしか苦はない。あんたもそうでしょ。もう行き場がなくて、私のところに来るしかなかったんでしょ。朝倉家が私のことを突き止められるかは知らない。でも分かってるのは、あんたがコン外に出たら、絶対に生きて帰れないってこと。どうぞ、こちらを。どうせ死ぬんだ。かけてみるか。美咲様、図面ができました。小林店主図面、なかなかいい出来だね。ちょっとお茶でも飲んで、一休みしてね。安全な場所まで、私のものに送らせますから。お茶をどうぞ。美咲様、本当に感謝しております。小林店主じゃ、安らかに。お嬢様、村上家が人を使って小林店主を見つけました。どうやら美咲は本気で私に敵対するつもりなのね。お嬢様、美咲様、本当に無茶ですよ。ちゃんと断ったのに、裏でまだそんなことを。道代が知ってるのは表面的なことだけよ。気にすることないわ。そこまでして真似したいなら、じゃあ、特別なプレゼントを用意してあげる。お嬢様、どうなさいますか？道を見つけたってことは、当然うちの職人も使うよね。職人を動かすってことですか？その職人たちは、うちと契約書を交わしてる。他の相手とは契約書を結ぶ必要はない。
契約書の縛りがなければ仕事の出来や仕上がりの美しさも全部彼らの好きなようにできるってことだよね。そうすると、職人の評判も落ちちゃいますよね。きっと、みんな納得しないと思います。悪い評判が立つのは職人を引き抜いて真似する方よ。職人には関係ないわ。朝倉邸から工部省に推薦してあげれば、どっちが大事かちゃんとわかるはずよ。彼らならちゃんと判断できるわ。残りの店舗は全部、この図面通りに改装して。うちの店を真似するなら、しっかり痛い目に合わせてやるわ。わかりました。すぐに職人たちにはなしてきます。この図の通りに作り直して、終わったらみんなに100両ずつやるよ。この軒の反り具合ですが、木組みの間隔も、なんと錦屋の五元風水式と寸分違わず同じです。町では天文館に見てもらった風水局だとか、このまま真似していいのか。店なんて似てるところなんていくらでもあるわ。誰もそんなこと気にしないよ。お嬢様、そんなご冗談を私たちは腕だけで勝負しますから。誰の店かなんて気にしませんよ。5日後には必ずお嬢様にそっくりそのままの水宝缶をお渡しします。水宝缶の修繕に2000両もかかったなんて、どうして予算より3割も多いの？美咲様、水宝缶が大変なことになりました。何が起きたの？世の大雨電子の壁が崩れちゃいました。準備していた木材も全部水でダメになっちゃいました。バカめてる！修理してからまだ5日しか経ってないのに、なんでこんな簡単に崩れるの？行くわよ。います。美咲、見てみなよ。こんな立派な壁がなんで崩れちゃったの？前に言った通り、配置が悪いと風水が崩れて災いを招くんだよ。よし、妹、わざわざご心配ありがとね。ざまあ見ろ。人の真似するからだよ。職人の件はもうちゃんと済ませてあるよ。ご心配なく。噂を広めてきて、水宝缶がパクったせいで罰が当たったって。水宝缶がいつまでもつか楽しみね。かしこまりました。理由を言いなさい。なぜ壁が崩れたの？美咲様、ご判断ください。今回の雨はちょっと異常でして、いつもなら30度の瓦屋根なら、はい、精もちゃんとできてます。ですから。天気のせいにしないで。錦屋はなんで無事なの？図面通りにやったんです。ほら、この組石構造錦屋と同じなんですよ。絶対風水のせいです。役立たず、捕まえて下に連れて行け。明日役所に突き出せ。はい。美咲様。ゆめちゃん、航路に急いで行ってきて。同じようなことが起きていないか、見てきて。はい、美咲様。美咲様、航路も倒れちゃいました。それだけじゃなくて、今市場ではみんな同じレイアウトになってるんです。しかも、ヨシキンが玉食亭をオープンして、航路と値段もほぼ同じで勝負してます。朝倉ヨシキン！美咲様、職人たちは腕が悪いって認めました。でも役所が、ヨシキンとケイやクズミだから、口出しできないって言ってます。この朝倉ヨシキン！最初から全部、私を罠にはめるつもりだったのね。私を笑い物にしたかっただけなんだ。それだけじゃなくて、今、みんなが言ってるんです。水だから関東航路の壁が崩れたのは、パクったから罰が当たったって、そう噂になってます。朝倉ヨシキン！絶対に許さないから。今の君に、朝倉ヨシキンに対抗できる力は残ってるのか？お兄ちゃん、全部朝倉ヨシキンのせいだよ。朝倉ヨシキンが私に罠を仕掛けたんだよ。ちょっと席を外してくれ。はい。今の殿町は、どこを見ても商売は閑散としてる。でも錦屋だ。魔食亭だけは、客がひっきりなしに来て、金もまるで水のように流れ込んでる。絶対朝倉ヨシキンの裏手手を回してるんだ。私のお金を無駄にさせて、店まで壊された。なのに自分だけはがっつり稼いでるし、わざと私に喧嘩打てるんだよ。水だから観光楼はもう潰れた。今の宮中には村上家の者はいない。家出て、綺麗な女は君だけだ。父さんは君を宮中に入れるよう命じた。私が宮中に行くの？じゃあ、私のお店はどうなるの？お願いだよ、お兄ちゃん。宮中なんて行きたくない。
村上家のために死にたくないよ。でも美咲、君はもう負けたよ。今や君の役目は、宮中に行くことだけだ。全部は桜よしきんのせいだよ。絶対に許さないから。お嬢様、自ら勘賀錦屋のやり方を盗んだことや、玉食亭の仕組みまで真似したけ、このまま何もしないんですか？職人を手はヒシデスを職させたのは時間を稼ぐためだけ。玉食亭をオープンさせるためだったの。今は玉食亭、鳥式屋の名前が N すっかり有名になった。どれだけ真似しても、結局自分で恥をかくだけよ。今となってはチャンスも逃してお金もなくなったわ。悔しがるのはあっちの方よ。その通りですね。商売が盛り上がってきたら真似する人たちが次々と現れるよ。でも覚えておいて。所詮あいつらは私たちの足元にいるだけの影みたいなものよ。承知しました。もう一つございます。店舗が増えすぎております。私の名義では不都合になってまいりました。いくつか候補を選びました。お嬢様、ご覧いただけますでしょうか。シムフトシ。金太って小説の中で村上陽子の部下で商売の天才だったんだよね。今まで月原金太が村上家を助けたってことしか知らなかった。まさか、この人だったなんて。ただ、金太って名前が、なんとなく気に入ったんです。金太、いい名前だね。本当に気に入ってくれたんですか？本当よ。これからは月原の姓を名乗って。月原商会とするわ。月原金太。お嬢様、陛下からご命令が出ました。美咲が妃に選ばれました。数日中に宮中入りするそうです。美咲が持っていた店舗は全部村上用途に任せることになるみたいです。村上家はまだ諦めていないみたいね。市場の方はどうなってる？燕通り市場が整備されてから、玉食亭の周りの店は売り値が倍になりました。慌てなくていい。まだ手放さないで。売るつもりはない。売らないんですか？こんなにたくさんの店があると、全部使うかどうかはさておき、全部直すとなると、かなりお金がかかるよ。直さないと、周りが閑散としてしまって、玉食亭の商売にも影響が出るかも。もしかして、貸すつもりですか？うん。燕通り市場の整備に、私はたくさん心を砕いて、この市場のためにすごくいい条件を作ったのに、今や値段が倍になったのに、ここで手放したら、せっかく頑張ったのに、無駄になっちゃうじゃない。貸し出せれば、それが一番いいですね。でも、多くの商人は賃貸の店をあまり好みません。先が読めないことが多いからです。オーナーに何かトラブルがあれば、すぐに店を畳んで出ていくんです。リスクが大きいですね。商売をするなら、徹底的に、利益さえ優先で動くべきだ。とにかく、貸し出しの案内を出して、最初に契約した人は10年間、家賃に割引。2番目と3番目の契約者は5年間、家賃に割引。契約が早い人から好きな店を選べる。家賃は年間は自由料が基本。店の立地や長めによって上下の調整は最大1割まで。かしこまりました。もう一つご報告があります。鈴木店主はおっしゃった通り、強盗のアジトに踏み込みました。部下がアジトを潰しました。お金はすべて美琴様のものになりました。大規模中拡大を続けて。かしこまりました。吉金最近は店がどんどん増えてるみたいだ。すごい人気だな。よしきんって子は、こういうことばかりやってるのよ。正信様、もうすぐ私の元を離れるのね。好きにさせてあげて。もういいから。ちょっと言っただけだよ。なんで泣いちゃうの？吉金は好きなようにしていいよ。俺はもう口出ししないから。君の涙、そろそろ拭いてくれないか？もういいから。俺だって、ヨシキンがずっとそばにいてくれたらって思ってるよ。正信様、こうなるなら、ヨシキンを宮中に行かせていればよかったのにね。ヨシキンは本当に手腕が鋭いな。男だったら、もっと大きな道が開けたのに。こんな遅い時間に、信行家、どうしたの？まだ鳥の国だよ。やっと暗くなったところなのに、なんでそんなに遅い時間みたいに言うんだ。お金のことで、忙しくて休む暇もないよ。寝る時間も自分で無理やり作ってるの。でも、信行家の方が御所でもっと忙しいよね。それで、信行家が私を呼んだのは何の用なの？何言ってるんだよ。兄が妹と話すのに、用がなきゃダメなのか？実は、お願いがあるんだ。神谷施設がもうすぐ都にはいる。今回は同行するのは、神谷族長が一番可愛がっている姫様で、神谷シャマレが来るんだ。姫様は初めて都に来るし、都で知り合いもいないから。ヨシキン、ちょっと付き添ってもらえない？姫様を連れて、御所に案内してあげて。もう来るの？判例読んだより、見にちも早いじゃん。信行家、安心して、私がいるから、姫様を絶対いくつさせないよ。やっぱり、こういう時は、兄弟な一番頼りになるな。
朝倉家のお嬢さん？神谷マリ姫様、私は朝倉帝の三女です。朝倉信行大将の妹でもあります。朝倉義金です。よく聞いてます。神谷部族の女性は馬や弓が得意なんですよね。今夜は御所で宴会があって、神谷部族の皆さんのための歓迎の宴です。宴が終わったら、と一緒に見て回ろう。今度時間があったら、荘園で馬に乗って遊ぼう。どう？よく知ってるね。じゃあ、案内よろしくね。朝倉城。父は神谷族長と親しくしています。私たち兄弟、姉妹に、互いに気遣うよう、いつも言っています。暇な時はいつでも朝倉邸に遊びに来てね、とで、いくつかお店をやってるんだ。今度一緒に見に行こうね。いろいろ見て回ろう。気に入った服やアクセサリーがあれば、選んでね。嬉しい。その時は遊びに行くね。陛下ご到着。神谷施設ご到着。いざ万岁万岁万岁。皆さん、どうぞお立ちください。陛下、ありがとうございます。村上様は相変わらずイケメンですね。どこのお嬢さんが彼と結婚できるのかな？本当よね。しつこくアプローチしてたのは、村上嗣夫、村上春人か。ユキノを殺したのに、それでも私に微笑むなんて。村上家はこの縁談を阻止するために、はじもが異分も捨てて美男系まで使ってきた。ほんと、手段を選ばないわ。私も利用してやろう。本当にお前は無邪気な子だな。兄さん、どこ行くの？今夜クシャに会いに行く。今の君の顔、面白いな。やんちゃな子だな。まさか、俺のこと忘れちゃった。第三王子、昔、あなたのお尻を蹴ったこと、まだ根に持ってるの？じゃあ、私を蹴ってもいいよ。これでおあいこだね。さあ、蹴って。男なのに女の子のお尻を蹴るなんて、周りに何て言われるんだよ。早くこっち向けよ。ちょっと外に出て話そうか。男の人とあんなに親しくして。ヨシキンは村上都合のこと全然気にしてないみたいね。俺が今回、何のために来たか知ってる？結婚以外に何があるの？わかってる。君が私をめとるのも無理があるよ。私が君に嫁ぐのも気が進まない。お互い様だね。昔よりも、手強くなったな。昔から俺たち合わないよね。子供の頃から顔を合わせるだけで嫌だったし、大人になってもちょっとだけマシになったくらい。ヨシキン、俺って君から見て、そんなに夫にふさわしくないのか？じゃあ第三王子、自分の心に聞いてみて。本当に私のこと好きなの？結婚のはなしだけど、俺たち選べないんだ。他の人と結婚するくらいなら、君の方がまだいい。俺たち幼馴染だし、ちゃんと大事にするよ。本当に、全然話が通じないな。そんなに第三王子って呼ばなくてもいいよ。なんか堅苦しいし、好きに呼んでいいよ。負け。よし、金妹。村上嗣夫、村上春人だ。そうか、あいつか。よしことさんと少し話したいんですが、神谷第三王子様、ちょっと席を外していただけますか？よし金妹と話したいって、本人の気持ちも聞かずにさ、なんで俺にどいてほしいか聞くんだよ。どんなつもりで、よし金妹が君と話したいと思ったんだ。よし金妹、行こう。こんな奴と話す必要ないよ。俺が君を連れてきたんだから、ちゃんと安全に連れて帰らないと。俺だけ帰って君を外に残したら、君のお母さんが心配するからさ。行こう。僕は、よし金妹と久しぶりに会ったから、ちょっと近況を話したかっただけです。神谷王子様、そんなに強く反応するなんて、予想外だな。じゃあ、よし金妹が時間ないなら、また今度にしよう。もういいだろ。無駄話が多いな。くだらないでばっかりだな。本当によし金妹のことが大事なら、もっと早く会いに来てるはずだろ。俺の前でそんな芝居しなくていいだろ。
俺が思うにさ、君って、俺にビキに妹を誤解させて、俺とヨシキに妹の間に水を作ろうとしてるだけだろ。普段ならありえないのに、ヨシキンならいつも俺の味方してくれたはずだ。まさか、この数ヶ月で、ヨシキンの気持ちが他に移ったのか？行こう。朝倉と神岡が結ばれるなんて絶対に認めない。ヨシキン。のびけ、どうしてたの？朝倉隊長。神谷王子、そんなにお気遣いなく、ヨシキンが俺を読んだんじゃないの。今回は何の芝居なんだ？信行圭が私に用があってきたみたいだから、きっと何か相談があるんだと思うの。ユーマ圭は先に宴会に戻ってね。今日の還元宴はあなたたち兄弟のために用意したものだから、席を外しすぎると良くないしね。では、戻りますね。ヨシキン、俺を読んで何か面白いことでも見せる気か？私、そんなに暇じゃないよ。彩り恩金城、今日は宴会に来てないけど、どうして？隊長が悪いんだ。どうした？何かあったのか？原作では、宮廷の宴会で村上雪乃が彩り恩姉嬢と清の密会を暴いたんだけど、雪乃はもういないし、今日も同じことが起きるのかわからない。高橋将軍、なんでここにいるの？ここ、皇居のすぐそばだよ。もう少し奥まで行ったら面倒なことになるよ。ヨシキンは宮園にいるんじゃないの？なんで朝倉隊長とここにいるの？彩り恩姉嬢は今日は宴に出られなくて、すごく退屈だったから、はじかみボードの姉嬢と一緒に過ごそうと思ってきたの。皇后様は隊長が悪くて、困窮要中なんだ。ヨシキン、今は控えた方がいいよ。私が行くのは平気だけど、あなたが行くと迷惑になるわよ。彩り恩姉嬢は中宮皇后なんだから、みんなから敬われてる。絶対にお命を着せられちゃいけない。何の話をしてるんだ？さっぱりわからないな。高橋将軍はとぼけてもいいけど、ただ、わがままで世間知らずのお嬢様の私でも頭も回らないのに、私にだってわかることなら、私でもわかるんだから、他の人も気づくよ。外神は皇宮には行っちゃいけない。今日は神谷施設が来てて、N みんな宮園に集まってる。今なら皇宮には入りやすい。信行圭、高橋将軍を送り返して。高橋将軍、感情で動くのはやめてくれ。姉嬢まで迷惑かけないでくれ。ヨシン、ちょっと待って。お願いがあるんだ。どうか力を貸してほしい。彩り恩姉嬢。ヨシキン、そんなに気を使わなくていいよ。人から聞いたんだけど、彩り恩姉嬢、つわりがひどいって、私、ビワの蜂蜜軟膏を2つとビワ飴を1つ持ってきたよ。吐き気にすごく効くらしいから、彩り恩姉嬢も試してみて。あの人だ。もう受け取ったからね。気持ちもちゃんと受け取ったよ。早く家に帰りなさい。両親を心配させないようにね。彩り恩姉嬢。八神ボードの男が潜り込んだぞ。資格を捕まえろ。加賀おいでになりました。急げ。アキラ陣営か。ずいぶん早く来たな。誰かが今日の騒動を仕組んだんだろう。ほんで読んだ話では、たまたまユキノが見つけただけだった。彩り恩姉嬢、心配しないでね。先に薬を飲んでね。すぐ戻るから。近衛隊長、陛下に拝謁いたします。朝倉隊長、今こんな時にはじかみボードの外で何してんだ？陛下に申し上げます。彩り恩姉嬢が病気でね、混んでいると聞き心配になりまして、様子を見に来ました。夜で道も滑りやすくて、道を間違えそうで、信行圭に案内してもらいました。さっき誰かが四角がはじかみボードのに入ったって騒いでたけど、皇后様はご無事ですか？もし本当に四角がはじかみボードのに入ったなら、俺がこんな落ち着いて立てるわけないだろ？四角がまだ潜んでいるかもしれないし、ここは調べるしかないな。皇后様はまだネミアで療養中です。そんな勝手に、皇后様のネミアを調べるなんて。村上様、よくそんな大胆なことをしますね。彩り恩姉嬢の無事が大事だから、やっぱり宮中の女官に部屋の中を見てもらいましょう。さっき恥玉の次女が叫んでるのを聞いたけど、すごい声だったし、まるで四角を見たかのような騒ぎ方だった。村上様が俺のこの衛隊長としての腕を、そんなに信用できないなら、恥様に、中を調べてもらえばいい。村上様が俺のこの衛隊長としての腕を、そんなに信用できないなら、恥様に、自分で御所を調べてもらえばいい。夜も更けて、女官や宦官が耳間違えたのかもしれません。資格がいないのなら、皇后様のご休息を妨げることなく、これで失礼します。でもさっきはっきりと、誰かが大声で叫んでた男がはじかみボードのにはいたって。こんなでっち上げをする者は、牧圭司に連れて行かれて、舌を抜かれることになる。あなたたちは陛下のそばにいる人たちなのに、そんなことをして、本当に皮肉な話ね。
恥様が調べたいなら、どうぞお調べください。私はここでお待ちしています。信行、この得体を連れて、はじかみボードのを包囲しろ。四角を逃がすな。はい。今の宴が続いているうちに、このまま流してしまえば、朝倉正信に利用されて高級が、朝倉家の娘たちの天下になってしまう。宮女の勘違いだったのだろう。何もなければ臨髄さお殿へ戻りなさい。施設もお疲れだろう。まあよかろう。こんな承知で、神谷施設の歓迎宴には何の影響もない。しかし、さっき根拠もなく騒いだ宮人たちは、皇后様を侮辱し、宴を乱した罪、決して許さない。巻家司に連行しろ。舌を抜き、骨を削げ。陛下、謹んでお見送りいたします。従う、謹んでお見送りいたします。陛下、謹んでお見送りいたします。朝倉家は揃いも揃って関心ばかりだ。奴らの野心で、もう隠しきれてない。恥ひ。本宮はほんの数日、病で伏せていただけよ。私が死んだとでも思ったの？黙ってなさい。村上かも、随分大胆ね。まさか私を利用しようなんて。私は陛下の妃です。私は宮の主の一人でもある。あなたたちに私をどうこうする権利はない。陛下に合わせて。私は皇后よ。信じる。今日この宮から、あなたの死体が運び出されても、桐生明人も、村上かも文句一つ言えないわ。牧家司に引きずっていきなさい。朝倉かは悪どい奴らばかりだ。出しゃばって自分の立場もわきまえないなんて、ろくなしに形ないからな。今夜は御所でいろんなことがありましたね。きっとお疲れですね。先に下がっていいよ。はい。村上家は私と神谷家の縁談に黙っていられないはず。彼らの力をうまく利用するのもありかも。神谷雄馬は縁談のことで絶対に譲らないし。半年みたいに頑固で困る。そうなったら私も手段は選ばない。やり方はちょっと卑怯かもしれないけど、婚約が解消できればそれでいい。なんで失敗したんだ。高橋清は、はじかみボードのに現れるはずだったのに。また朝倉義金かよ。友様、陛下の密書です。命令を伝えろ。神谷の動向を探れ。奴らが宿舎を出たら、すぐに始末しろ。はい。今行くよ。私の新作、ちょっと食べてみて。これ、玉食亭で売ろうと思ってるの。これは？神谷部族の伝統ミルクティーだよ。少しアレンジしてみたの。お嬢様、部下から報告がありました。村上春人が資格を送り込んだそうです。宿場の近くで張り込んでいます。出発したら襲うつもりです。チャンスだけど。でもさ、このことは、正信殿にバレたら。そんなことありえない。父には知られない。君も私も、北部に行けない理由がある。もしくは、宮台山王子が譲ってくれなかったら。そんなことはないよ。神谷部族にはね、こんな風習のあるんだ。もし命を救われたら、恩人が何か頼んだら、必ず命をかけて恩返しする。断ることはできないんだ。わあ、いい匂い。これ、どんな味？義金妹、何をしてるの？ミルクティーを煮てるの。飲んでみて。すごくいい香りだね。これ、君が作ったの？部族のよりずっと美味しいよ。本当なの？じゃあ、講師にも飲んでもらおう。ちょうどいいね。シャマリが、門の前の場所で待ってるよ。今日来たのは、君と一緒に郊外へ行こうと思って。ついでに馬の乗り方も教えてあげるね。将来神谷部族で、出かけるときに困らないように。最近都の城はちょっと危ないよ。どこで馬に乗るの？僕がちゃんと守るよ。僕についてきて。みんなでこっそり抜け出したら、父に見つかったら困るよね。もし正の部殿に知られたら、僕が君の前に立つよ。君を外に連れ出すから。じゃあいいよ。
神谷王子と馬に乗りに行くから、下がってついてこなくていい。かしこまりました。どうぞ。ちょっと言ってみただけなのに、神谷部族のミルクティーが飲みたいって、まさか本当に作ってくれるなんて。よしき、本当にすごいよ。言われた通りに作ったよ。ちょっとアレンジも加えたよ。こっちのお茶の香りでミルクティーを作ってもすごくいい香りだね。この中の小さい丸いの、柔らかくてもちもちしてて面白いね。気に入ってくれたならよかった。今度生食店にお願いして、この飲み物もメニューに入れてもらうね。飲みたくなったらいつでも飲みに行けるよ。よしき、本当に優しいね。よしき、ずっと外にいてくれたらいいのに。これからも一緒に遊びたいな。あ、そうだ。これからもし、ユーマ系にお嫁にいたら、そのお店とかどうするの？母上に任せるよ。その時は、私がそばにいなくなったら、お店のことは全部、母上に任せるから。うん。ストップよし。ここで止めて。よしきん。ここにしよう。よしきん妹。なんでヨシキン妹って呼ぶの？私こそ本当の妹なんだから、邪魔しないで。今はなしてるんだから。よしき、ここで馬に乗ろうよ。馬に乗るのはよくわからないから、どうするかはみんなに任せるよ。うん。行こう。うん。ユーマ系、さっき馬車から降りた時、なんで手を取ってくれなかったの？別に手なんていらないよ。ふん。資格だ資格だやれ。危ない。気をつけて。よしきん。よしきん。進め誰も逃すなよしきよしきしっかりしてよしきよしき屋敷に連れて行けどうしてこんなに重い怪我を、お嬢様。もう大丈夫。みんな、下がって休んで。よしき。ちゃんと休んでね。うん。ごめんね。今日は俺が自分が手だった。
君にこんな怪我をさせてしまって。これからは、君のことを心から大切にするよ。神谷部族に戻ったら、君を苦しめるようなことは絶対にさせない。もし約束を破ったら、天が雷を落とす。ユーマ家。本当に、私が何を言いたいか、分かってないの？俺と結婚するってことは、君にとっては、そんなに嫌なのか？少しでも俺のことを思ってくれていないなら、どうして命を懸けてまで、俺を助けてくれたんだ。ユーマ家のことは、兄としてしか見ていないの。私も、ユーマ家には私を妹としてだけ見てほしい。私たちは血縁儀式で義兄妹になったの。私はこの土地に根を下ろしているの。もし無理やり、故郷から引き離されて、来た後に移されたら、日に日に元気がなくなっていく私を見て。それで本当に幸せ？私たちは命を預け合うほどの仲だった。婚約なんてなくても、それでもいいじゃない。ユーマ家が少し譲ってくれれば約束するよ。3年後から半年ごとに北方にお米を運ぶよ。神谷部族のみんなが食べ物に困らないように生きている限り、この約束はずっと守るよ。わかった。ちゃんと休んで傷を治して、朝倉宰相には話しておくよ。じゃあ、神谷部族の風習に詳しいなら、もちろん血縁儀式のことも知ってるよね。血をいっぱい出さなきゃいけないって。怪我してるのに、どうやって血を出すんだ？心配しないで、ユーマ家。儀式が始まる前までに、ちゃんと体を治すから。正信殿三女様は重傷ですが、医師によれば重要な部位は傷ついていないそうです。しばらく休めば回復するとのことです。正信殿ご心配なさらないでください。今回の刺客は全員現れましたが、すべて討伐されました。あと、都の城に潜んでいた刺客たちも、全員捕まえました。徹底的に調査し厳正に対処せよ。前回のような事故は、絶対に二度と起こさせるな。承知しました。正信殿神谷大さん王子様がお見えです。正信王子。ユーバ、よく来たね。今日は何か話があるのか？今日はお邪魔したのは、正信王子にどうしてもお願いになってきました。ヨシキンにも、党の婚約を解消していただきたいんです。ヨシキンが君の前でわがままを言ったりしたのか？いいえ、ヨシキン妹とは、兄弟みたいな関係です。男女の感情はありません。ヨシキン妹は、意志が強くて、賢くて頭の回転も早いんです。彼女の人生を台無しにしたくないんです。俺たちに、あの日を一緒に乗り越えて、命を預け合うことの中にありました。命の恩人に対する恩は、何よりも重いです。そんな彼女を北方に縛り付けるなんて、それじゃ、恩を9で返すことになります。父上にもどうか許していただきたくて、ヨシキン妹と血縁儀式で、義家妹になりたいんです。正信王子にもお願いがあります。ヨシキン妹に、俺を兄として受け入れてほしいんです。君とヨシキンは兄弟みたいな関係なんだし、結婚は望まないなら、叔父も無理に押し付けたりしないよ。でもね、結婚しようがしまいが、私にとっては、君のことを親子のように接するよ。このことは、君たちの希望通りにしよう。まったくもう、何もないのにこっそり抜け出して、なんで人と馬に乗ったりするのよ。ほら、こうなっちゃったじゃない。ほら、動けなくなっちゃったでしょ。本当にお母さん、ヒヤヒヤしたんだから。ねえお母さん、そんなにチクチク薬飲ませるからラグバして死ななかったのに、薬の苦さでやられちゃうよ。演技でもない。そんなこと言っちゃダメ。はいはい、ごめんね。悪かったよ。よしこと様、これ2つ食べてね。苦味が和らぐから。よしき、様子を見に来たよ。千鶴でございます。姫様にご挨拶申し上げます。そんなにかしこまらなくて大丈夫ですよ。今日はビキンの様子を見に来ました。私とユーマケンがどうしても、ヨシキンを遊びに連れ出しちゃったから、ヨシキンがこんな目に合わせてしまったんだ。姫様と大さん、王子様がご無事で何よりです。ヨシキンは公爵邸の令嬢ですから、やるべきこととやってはいけないこと、ちゃんとわかっています。姫様、どうぞお気になさらず。姫様がお越しになったので、千鶴は、お二人のお話の邪魔はいたしません。ごゆっくりお話しください。千鶴は、これにて、失礼いたします。見た感じ。もうほとんど治ってきたみたい。もうちょっとしたら、肩の傷がちゃんと治ったら、腕も動かせるようになるよ。毎日ずっと薬や栄養を飲まされてるし、これで治らなかったら逆に変だよね。そういえば、シャマリアね。父ももう無理に婚約を押し付けないって、もし気が進まなければ、家に戻っても大丈夫だよ。シャマリアにはどう思ってる？ここに住むことにしたの、信行家。私に優しくしてくれるよね。普段は御所にいるし、屋敷にはあまり帰ってこないから、音の世話もしなくて済むし。これから部族が毎年貢ぎ物を持ってくるし、王家にもまた会えるし、都には美味しいものがいっぱいあるし、楽しいこともたくさんあるし、まだ食べたりないし、まだ遊びたりないの。今は施設だから、都では、好きに遊んでいいわ。霊下の奥方になったら、もう今みたいに気軽に外出できなくなるよ。正信王子と信行家、抱いてくれたの。家での暮らし方、そのまま、朝倉邸でもできるって。まあ、もういいわ。きっと彼女を車に、ユーバが説得しようとしたんだろうけど、兄さんでも無理だったんだから、私にできることなんてないよね。あなたが嬉しいなら、それでいいよ。
ヨシキン、ほんと侮れないな。今日、親族の前で2人は兄弟のちぎりを結びます。これより2人の体には互いの血が流れ、兄弟同然の絆となります。吉本様のお言葉通り、密かに農場を囲しました。穀物の改正も済ませました。すべてでは泉です。神谷施設の帰国まで。神谷社前が朝倉管理と継いでから、もう2ヶ月も経った。この2ヶ月は、とも平穏だった。あなたに任せておけば、いつも安心してるよ。これで今後間穀物は、もう村上家に調べられることはない。吉本様、大変です。皇后様が相談しました。吉本様と地蔵人もご一緒に、御所平所に行ってください。今すぐ行きましょう。何が起きたの？まだ8ヶ月なのに、なんで急に産気づいたの？はい、冷や宮にいた村上妃様なんです。村上隆妃？この前の宮中宴会の後、村上妃様は初陣に落とされて、冷や宮送りにされました。どうやって冷や宮から抜け出したのかわからなくて、まるで狂ったみたいに皇后様にぶつかって、それで早産になったんです。村上家の人たちって、本当に一瞬も我慢できないんだから。もっと力を入れて、皇后様、皇后様、もっと力を入れて、しっかり踏ん張って、皇后様、もっと力を入れて、皇后様。陛下がおなりです。陛下のお出ましです。陛下、お聞きしたいことがございます。皇后様はずっとお元気だったのに、急に早産なんて、どうしてなんでしょうか？皇后様が5回任されてからずっと朝倉夫人が世話をしていたはずだ。私も尋ねたいところだ。皇后様はずっとお元気だったのに、急に早産なんて、どうしてなんだ？陛下、お怒りをお静めください。陛下もご心配なら、どうか許可をいただけませんか？この雲コードので調べさせていただきたいのです。朝倉夫人、今、雲コードのを本当に調べるつもりなのか？皇后様の出産に支障が出ても構わないのか？皇后様も王子もずっと健康でした。急に早産したのは何か原因があるはずです。今は緊急です。原因を突き止めないと、後で皇后様に何かあったら困ります。ヨシキンの言う通りだ。陛下や皇宮、多くの妃の安全のために、どうかお許しください。兵を率いて、捜査を行わせていただきます。これだけこの得体を連れてきて、俺が断れるわけないじゃないか。調べよう。御意。中でどれくらいだった？もうすぐに時間だよ。母さん、姉嬢が心配だから中にはいて様子を見たい。吉本様。吉本様、まだ未婚の方が産室に N はいるわけにはいきません。彩り4姉嬢と私は、小さい頃からずっと一緒でした。島に絆は深いんです。なのに、どうしてはいちゃいけないの？今こそ彩り4姉嬢のそばに、私がいなきゃダメなんです。今、産婦と医師が忙しくしているんだ。吉本様が勝手には言ったら、皇后様の出産に支障が出るぞ。急いで人参編を持ってきて。皇后様、力が出ません。そなた。皇后様、もっと力を入れて。皇后様、皇后様。そのまま続けてください。皇后様、もっと力を入れて。皇后様、もっと力を入れて。皇后様。これは皇后様の元気をつけるためのものです。吉本様、大丈夫ですよ。全部、大和で煎じてくれたものです。皇后様。彩り4姉女、もう少し頑張って。吉本様、皇后様の出産の妨げになってしまいますよ。すぐに外に出てください。皇后様がここにいらっしゃるので、もし何かあったら、私たちじゃどうにもできませんよ。余計なことは気にせず、しっかり仕事をしてください。はい。彩り4姉女、あと1歩だよ。王子の無事に生まれたら、姉女も自由になれるよ。もう宮に縛られなくていいんだよ。はは、上も姉女と赤ちゃんの無事を心から願ってるよ。信行家も同じ気持ちだよ。皇后様、あと少し力を入れて。庄司の頭が見えてきましたよ。皇后様。もっと力を入れて、皇后様。あと少し力を入れて。皇后様。よしきん、大丈夫？お母さん。驚かせないでよ。お母さん。大丈夫だよ。早く医者を呼んで。早く医師を呼んで、急いで来てほしいよ。生まれましたよ。王子でございます。まさか本当に産ませるとは。しかも王子だったなんて、次は俺を退位させるつもりなのか。陛下、おめでとうございます。皇后様が皇太子を王位になりました。母子ともにご無事です。桐生国の後継者が誕生しました。陛下、おめでとうございます。
彩りを、寝状の具合はどう？父上医師によると、姉状は早産で、出産の時に驚いてしまったので、しっかり養生する必要があります。体が元に戻ります。村上か。よくもそんな真似を。朝倉家の血筋に、堂々と手を出すとは、命知らずね。一族まとめて処刑されても平気なのか。父上、村上家の今回の策略で、彩りようが根性が命を落としかけたこの恨み、絶対に返さないと。父上、私に考えがあります。村上家に大きなダメージを与えられます。ただ、父上にちょっとした利益を手放してもらう必要があります。村上光夫さんも自分のお店を持てるよね。なのに、今日はどうして玉食亭に来てくれたの？よし、金妹の玉食亭はとで評判なんだよ。今日やっと来ることができた。いろいろ教えてほしいな。本当に気軽にやってるだけだから。よし、金妹。そんなに構えなくてもいいよ。村上家にはたくさんの人がいるけど、みんなが、朝倉はと対立してるわけじゃないんだ。へえ？最近うちの者が調べたところ、吉金妹はどうやら食料倉庫を作るつもりみたいだね。本当に村上光夫さんには何も隠せないね。よし、金妹かなり気をつけてたけど、うちの母は親の藤原家が、都の食料を管理してるから、そんなに目立つ動きをしたら、そりゃ気づかれちゃうよ。担当直入に聞くけど、何が欲しいの？官僚になりたい。貴族の身分も欲しい。ハレ人の兄弟たちは、母さんが藤原家の証人の生まれだって馬鹿にしてるんだ。役人になって貴族の身分を手には入れれば、もう村上家にいる必要はない。俺もハレ人系みたいなことはしたくない。無謀にぶつかる気もないし。それと、朝倉家を敵に回すつもりもない。朝廷のことは、さっぱりわからないけど、でも、父さんにそれとなく聞いてみることはできるよ。ところで、どれくらいの条件を出せるの？よし、金妹が話してくれるなら、これからは、妹が持ってる全部の店の、衣料や食材は、全部藤原商店に任せる。それと10万両の銀も、まとめて渡すよ。そんな少しの上限で、よく私に交渉しようと思ったわね。たったそれだけの衣料や食材、それに10万両の銀なんて、その程度なら、公爵邸の門くらいは開けるかもね。でも朝倉、邸の門を開けるにはね、そんなものじゃ無理よ。じゃあ、よし金妹はどれくらいの値段なら、誠意があるって思う？お金の話をするのは、ちょっと俗っぽいけど、正直に言うね。米の商売も、私もやりたいわ。だから村上光を、ちょっと譲歩してくれる？藤原商店の全部の取引先を、私に渡して。どうなの？村上光夫派役人になりたいし、商人としてもやっていきたいの？でも、両方手に入れるなんて無理よ。よし、金妹。本当に大胆だね。でも、こんなにたくさんの米商を一気に任せたら、手に余るんじゃない？まだやってないから、わかんないでしょ？もう条件ははっきり言ったし、うまくいくかどうかは、あなた次第よ。私の問題じゃない。じゃあ最初のことは、よし金妹くんに任せるよ。最初が俺に会う気になったら、その時に条件を実行する。父様がお力添えくだされば、彼の出世の道を通してやれる。そうすれば、村上陽太は、しばらく父様の駒として使える。村上家の諸子を父様の下で働かせれば、村上家のない部の結束を崩せるし、村上家と陛下の関係も崩せる。藤原商人の金の流れを追えば、彼らの背後にいる仲間を突き止められる。結局は貴族の身分だけですし、父様はどう思う？ここまでしっかり見抜いてるなんて。この話やれそうだな。でもさ、そんなにたくさんの食料、何に使うんだ？父様、ただ食料を貯めておくのが好きなだけで、万が一の時に備えてるだけよ。世の中、どんな取引先も途切れることがあるけど、でも食料だけは途切れない。生きるための根本よ。気流国と北方大族の戦争はもうすぐ始まる。物語では食料が足りなくて、そのせいで気流国が敗北した。それが朝倉家が衰退した最大の理由でもある。村上陽太のことか。明日来たさせてくれ。承知しました。村上陽太、宰相様にご挨拶いたします。よい立ちなさい。これで藤原家の国持省は全部月原商会のものになる。もう領職で困ることはないし、父上が北方大族と戦う時の悩みもなくなる。父上のうまくいけば、朝倉家もうまくいく。村上春人、お前、俺に約束したよな。家に戻って人をちゃんと教えるって。それでこうなったのか。結局朝倉正信の陣営に送り込んだのか。陛下、お怒りをお鎮めください。人はなかなか言うことを聞かず、必死に説得しましたが、どうしても考えを改めてくれませんでした。どうしようもありませんでした。どうか陛下のご裁断をお受けいたします。俺はそんなに無能なのか。不幸や不忠と非難されても、朝倉正信の陣営に逃げ込むつもりか。それとも、村上家としては、両方の陣営には入りたいってことか。お添えおけ、とてもそんなことはできません。村上家は清国に忠義を付しております。仙台天皇にも忠義を付し、何よりも陛下に忠義を付しております。何と、陛下の検査をお願いいたします。だて。陛下、感謝いたします。話してみろ。外の状況はどうなっている？
陛下、申し上げます。北方遊牧部族は、すでに南へ出兵する準備ができています。彼らの勢いはとても大きいです。朝倉正信は、必ず西北に援軍を率いて向かうでしょう。朝倉正信さえ、神谷部族の軍を、東北から引き離せれば、東国とから四国が挟み撃ちにして、正信は八方塞がりになる。これで必ず負けるし、維新もが倒しだ。陛下、正信が党を離れて傷ついている暇に、今日の兵力を取り戻せます。よし。残念だが、左州と骨州の領地を、北方遊牧部族に渡す羽目になるとは。陛下、朝倉正信をこのまま放っておけば、いずれ反逆します。この裏切り者さえは以上できれば、陛下が再び政権を握れるなら、それだけの価値があります。まだ先は長いですし、陛下が政権を握った後で、勇敢な将軍に軍を率いてきたヘスマゼ敵を追い払えば、きっと領地も取り戻せるはずです。そうだな。皇太子は正当な後継者です。皇太子を立てるべきです。陛下、皇太子をお立てください。気流国の将来を守るために、後継者がいるように。陛下、最小が長年気流国のために尽力してきたことを、どうかご配慮ください。皇太子をお立ていただきますようお願い申し上げます。谷口様、葉山様、平井様。宰相と一緒に長年戦ってきたのはわかる。宰相のために色々と知恵を絞ってきたのもわかる。でも、君たちの先祖はみんな、気流国の神だ。陛下の神下であることを忘れるな。みんな、顔を上げてみろ。仙台天皇がこのしんがりで見ているぞ。ご先祖様に恥ずかしくないのか。仙台天皇様、どうかお目をお開きください。ご在政の時、宰相は浦田州の工場に過ぎませんでした。それが今や朝廷で、新天皇に圧力をかけるなんて、まさに反逆行為だ。仙台天皇が崩御された時、北方遊牧族が、混乱に乗じて、気流国の聖国天教を攻撃した。誰がやったんだ。最初だ。最初が財産を全て投じて軍を編成し、命を顧みず敵を撃退したんだ。陛下がおそらくして即位された時、外敵がずっと狙っていた。何度も国境を犯してきた。誰が守ったんだ。やっぱり最初だ。最初は陛下のために道や心を砕き、外敵を退け、国内の政務を安定させ、気流国を崩壊寸前で立て直したんだ。仙台天皇様、どうか目を開けてご覧ください。仙台天皇様はずっと仁徳で国を治めてこられました。今日、この大井殿で、今日陛下のそばで、どうしてこんな恩知らずで裏切り者のような奴らまでいるなんて。仙台天皇様がご存命なら、気流国がこんなありさまになっているのを見たら、きっと天罰が下るぞ。仙台天皇様、どうか目を開けて、民の姿をご覧ください。どうか最小のことも見てやってください。やめよう。吉日を選び、気流宗明を皇太子にする。陛下ご聡明でございます。報告。北方族の20万の侵攻軍がすでに故郷に到達しています。西州や越州の守備隊だけじゃ敵に勝てるわけないだろ。北方遊牧部族ってさ、中原の領土が欲しくて、もう狂ってるよ。陛下、皇太子の担ぎが終わったら、30万の軍を率いて、自ら出陣し、西北を救援します。よい。敵を退けるまで、決して戻らない。敵を退けるまで、絶対に退かない。絶対に戻らない。敵を退けるまで、絶対に戻らない。敵を退けるまで退かね。決して戻らね。敵を倒すまで退かね。決して戻らね。進め。朝倉正信、今回は絶対に生きて帰れない。高橋清、天皇が神谷部族に置くた施設を、始末しろ。もう一度まで急ぎ伝令を神谷部族に置くで、神谷族長に伝えろ。兵を動かすな。東国から目を離すな。はっ。正信様、陛下が自ら詔書を出されました。さらに神谷族に出兵を命じて、10万の兵が来たへ進軍することになりました。この裏で誰かがけしかけているのでは。気にするな。戦場では訓命に従う必要はない。進め。正信殿、もう2ヶ月になりますね。何度か戦で勝ったとはいえ、でも、食料派依然としてピンチです。北方遊牧部族って、どうして食事がいらないんだ？もしかして、どこか別のところから食料を手に入れてるのか？偵察兵が戻って報告しました。北方遊牧部族が南下してきました。養老湖派厳重に守られています。養老湖の木本領から、北方族軍は5ヶ月働かえるくらいの食料があるようです。これが今ある食料の量です。新たな補給はまだ見込めません。新しい補給はいつ届きますか？新しい補給は10日ほどかかりそうです。新しい補給も3ヶ月くらいしか持たないんです。北軍からの提案ですが、軍の将兵の食事を1割ほど減らしてみてはいかがでしょうか。もうこれ以上減らせない。兵士たちは腹の足しにもならない状態なのに、これでどうやって敵と戦うんだ。報告！正信殿の食料が届きました。財務省と兵部の食料ですか？予定よりはよく来たんですか？正体がは混んできたんです。兵糧はすべてお茶に沿っています。確認をお願いします。
西将様お目にかかれて光栄です。月原金太か。はい、下地物々です。正信殿、こちらにご書面をお願いします。ご書面いただければ、義琴様のところで精算できます。朝倉家の三女なのか。朝倉家の三女で、僕の矢と犬氏でもあります。義琴様からの伝言です。もし正信殿にお会いできたら、ご挨拶をお伝えしてほしいと。わかった。やったー！この兵糧があれば、半月破軍を維持できるぞ！これで、キューバを、しのげる！よし金よ。よし金。お前は俺の自慢の娘だ。ははは。いいぞ。朝倉正信は神焼き兵なしで、どうして北方遊牧部族をあんなにボロボロにできたんだ。いいか、どうかご冷静に。村上か。お前たちにまだ聞きたいことがある。神焼き兵はどうして部族から出てこないんだ。東国やからス国は、亀みたいにいつまで経っても動かないのはなぜだ。朝倉正信が党を出る前、無理やり陳に皇太子を立てさせた。あいつが話せるようになって歩けるようになったら、朝倉正信が戻ってきた時には、すぐに大臣たちを引き連れて陳を退させるつもりなんだ。今の朝廷では、うちの者は朝倉正信には異常されるか、あちらが輪に寝返るかで、もう誰も残っていません。もう終わった。全部終わった。桐生国は俺の手で滅びてしまう。先代天皇にもう仕分けないよ。ははは。陛下。このお菓子すごく美味しくできてるね。本当だね。お母様、北方族軍が土地と馬を渡して降参してきたよ。本当によかったね。よしき、本当に当たったね。今年の冬には正信殿が凱旋するって、本当にその通りになったね。将軍。やはり村上家の者が動き出したな。どうしたの？彩り4がネジョンが引きに御所へ来るよう伝えてきた。御所で陰謀を企む者がいて、皇太子様に毒を盛ろうと企んでいる。皇后様にも同じことを狙っている。まさか陛下が皇太子に矢で、大使の厚物を口にしてしまったんだ。深刻な毒に侵されている。先に中に入ってくれ。俺は兵を連れて周りを見てくる。うん。彩り音金町、何があったの？芝居よ。ただの芝居だから、桐生明人は、そう明を何とかしては移除しようとしているの。追い詰められて何かしでかす前に、私が先に彼を排除するしかなかった。父さんの凱旋を待って、新しい天皇の即位式を開くつもりだったけど、もう待つ必要はなさそうね。それも悪くないわ。陛下、本当に言うこと聞かない人だし、私たちの話を聞く気がないなら、無理に従わせることもないわ。よしきん、あの人の様子を見てきて。あとどれぐらい生きてるか見てきて。わかった、彩り音金町、すぐ行くね。体に気をつけてね。うん、言って。陛下は思い毒に侵されています。もしご先祖様のおかげで毒が治ったとしても、これからは静かに養生するしかありません。国政を担う力はもうありません。どうか陛下、お早く皇太子様にご上位をお決めください。お前か。ああ。信行家が何か陛下と話すなら、私は気にしなくていいよ。それから今回陛下を狙ったものですが、下官が黒幕を突き止め、すでに処分いたしました。お前。恥様が陛下を狙ったため、下官は極刑に処すよう命じました。天意を正すためです。すでに亡くなっているのに、それでも罪を押し付けるのか。卑怯者、卑怯者め。ああ、下官がうっかりしていました。陛下は毒にやられたばかりで、体調が悪くて、下官に返事できないのを忘れていました。では、私が判断して対応します。我がしこいやっこめ、我がしこいやっこめ。陛下、何かご命令ですか？お前だ。雪乃を殺したのも、
兵糧まで渡したのも、この悪とうめえ。この卑怯者め。じゃあ、しっかり見せてあげるわ。卑怯者がどうやって力ずくで政党を奪うのか。この毒女め。陛下、これにてお見送りいたします。不死司祭様、ご報告いたします。村上家の父と兄役にを裏切り、天皇に背いたことを告発します。外敵と手を組み、国土を侵略させたのです。これが証拠です。ありえない。村上家が敵と手を組んで国を裏切るなんて、絶対に許せない。村上家は一族、容赦なく処刑せよ。秋に処刑せよ。村上陽と国初の功績で罪八を消しとする。債務省時間に任命する。不死司祭様、感謝いたします。陛下より、もう一つお話があります。私は幼いながらも天命を受けて即位しました。日々努力してきましたが、力が及ばないのでは、と不安でした。ですが、私はまだ幼く、徳も才も未熟です。ご先祖様のご期待に応えられないのでは、と心配です。朝倉正信宰相は、最地も竹物金出ている。何度も霧小国を危機から救ってきました。まさに国の支えです。民の頼みの綱です。私は、蓮や春のように、皇位を朝倉正信に譲ります。天命に従い、民の心を休んじるためです。必ず陛下のお託しを全ういたします。陛下万歳万歳万歳。母さん、もういい？陛下に謁見いたします。陛下万歳万歳万歳。皆の者、頭を上げよう。感謝いたします。父上、参りました。こちらへ。よしきん、誰を皇太子にしたらいいと思う？父上がどなたをお選びになっても、私は全力でお助けいたします。よしきん、お前が男だったらどれほど良かったか。よしきん、お前はわかるか？大戦の時、私はとんでもない考えが頭をよぎったことがある。お前を皇太子にしようと思ったことがあるんだ。昔からそんな前例はありません。進化も認めないでしょう。次男は疑い深くて、決断力が足りない。よしきん、お前だけは大胆な決断もできるし、人を思いやることもできるんだ。父上、私はすでに衝動に進んでいます。もし大きな実験をいただいたら、部下が朝廷を無視して勝手に動くかもしれません。六部の役人たちも不満を抱くかもしれません。衝動は生を助けることはできるけど、もしか、位相を超えてしまったら、階層の争いが起こるでしょう。衝動がこの国の用となった時、女が国を治められないなんて、誰が言える？お父様、これは一体。どうせなら、悪心として歴史に名を刻んだ以上、さらに一歩進んで、娘を、天下無双の女王にしてやろう。女帝にする義金、父として。これだけは聞いておきたい。この行為のことだが、お前はどう思う？朝倉義金をスメラギフとシ女に封じ、行為を継承させる。義金、お前の野心はちゃんとわかっている。この行為は、お前こそふさわしい。陛下のご命で排除いたします。
父上、心読んでもし合います。陛下満載満載満満載。スメラギストシオンナ様千歳千歳千千歳。みんな、頭を上げよう。この前代未聞のスメラギフとシオンナという名を受けたからには、私が世に示してみせます。女性でも国を治めることができると。